それでは3回シリーズでお届けするクラウドサービスをめぐる独占禁止法の問題、特にソフトウェアライセンスでの自社優遇についての第2回を始めます。このシリーズはクラウドサービスをめぐる独禁法、競争政策上の問題について、特に実際問題が生じているのではないかというふうに指摘をされているクラウドサービスで用いられるソフトウェアのライセンスにおける自社優遇を中心に3回に分けて弊事務所のシニアコンサルタントである菅久さんがお話しするというものです。今回第2回クラウドサービス実態調査報告書で指摘されている問題は弊事務所弁護士の私長橋とともにお送りをさせていただきたいと思います。それでは菅下さん、よろしくお願いいたします。はい、こちらこそよろしくお願いいたします。スライド次に行っていただいていいですか。このページは菅下さんの略歴などでございます。第1回でも申しましたが、菅下さんは長く公正取引委員会でさまざまな業務に取り組み、2020年の1月に事務総長に就任し、約2年半務めて、2022年7月に退官した後、翌8月にシニアコンサルタントとして弊事務所に入り、独占禁止法競争政策に関して私たち弁護士やクライアントの皆様にコンサルタントとしてさまざまなアドバイスをするということで大いに貢献をしてきております。次のページお願いします。このページは私、長橋の略歴などです。このページは後ほどご覧いただければと思います。次のページお願いします。今回はですね、3回シリーズのうち、第2回クラウドサービス実態調査報告書で指摘されている問題というテーマでお送りをさせていただきたいと思っておりまして、スライド次お願いします。ご覧のような流れで進めてまいりたいと考えております。はい、第2回のお話に入る前に、第1回での重要なポイントを簡単に振り返ってまいりますと、第一に、クラウドサービス分野はレイヤー構造であるということを指摘させていただきました。第2に、レイヤー構造において独禁法、競争政策上問題となるのは、典型的には、まず1つには、不当な手段によってあるレイヤー層で、支配的または有力な地位を獲得する場合、そして2つ目は、不当な手段によって得たかどうかにかかわらず、あるレイヤー層での支配的または有力な地位をてこにして、不当な手段で、支配的または有力な地位を他のレイヤー層に拡大する場合であるということ。そして、第3に、クラウドサービスで用いられるソフトウェアのライセンスにおける自社優遇というのは、ここで申し上げた先ほどの2つ目にあたる行為ということですが、こうした行為による問題が実際に生じているという指摘があるということでした。次のスライドお願いします。それでは菅下さん、クラウドサービスで用いられるソフトウェアのライセンスにおける自社優遇に関しまして、公正取引委員会が公表しましたクラウドサービス実態調査報告書ではどのような問題が指摘されているのか説明してください。はい、この報告書ではですね、利用者等からの指摘としまして2つのことが書かれております。第1はクラウド提供事業者アルファがクラウドサービス上で利用されるソフトウェア A を提供しておりまして、そのソフトウェア A のライセンスについて、クラウド提供事業者アルファ自身が提供するインフラストラクチャーで利用する場合と、クラウド提供事業者アルファの競争事業者である他のクラウド提供事業者ベータが提供するインフラストラクチャーで利用する場合とで異なるライセンス料を設定しておりまして、その結果、同程度の利用であってもベータのインフラストラクチャーでソフトウェア A を利用するとアルファのインフラストラクチャーで利用するのと比べてライセンス料が非常に高くなるということです。次のスライドをお願いします。第2ですけれども、それはオンプレミスで利用していたソフトウェア B をクラウドサービスで利用するという場合でありまして、クラウド提供事業者ガンマが OS などのソフトウェア B のライセンスをオンプレミス向けに提供していたのですけれども、
このもともとオンプレミス向けに提供していた OS などのソフトウェア B のライセンスについて、クラウド提供事業者ガンマ自身が提供するインフラストラクチャーに持ち込む場合と比べて、競争事業者である他のクラウド提供事業者のインフラストラクチャーに持ち込む場合には、不利な取引条件を設定するという状況です。次のスライドをお願いします。このため、利用者がオンプレミスからクラウドサービスに移行する際、他社デルタのインフラストラクチャーで引き続きソフトウェア B を利用する場合には、ガンマのインフラストラクチャーで利用するよりも多額のライセンス料を支払う必要がありますし、さらに競争事業者デルタのインフラストラクチャーで利用するときは、有償であるサポート期間の延長について、クラウド提供事業者ガンマ自身が提供するインフラストラクチャー上でソフトウェア B を利用する場合には、サポート期間の延長を無償で受けられるということです。次のスライドお願いします。この図をですね、ご覧いただきたいのですけれども、これらをまとめますと、クラウド提供事業者が自社のソフトウェアのライセンスをする場合に、利用者がそのソフトウェアを自社のインフラストラクチャーで利用する場合に比べて、競争事業者であるクラウド提供事業者のインフラストラクチャーで利用する場合には、ライセンス料を非常に高くしたり、利用条件に大きな差をつけます。そうすると利用者はこのソフトウェアを提供しているクラウド提供事業者のインフラストラクチャーを使う方が得といいますか、実質的にはこのインフラストラクチャーを使わざるを得なくなって、その結果、競争事業者であるクラウド提供事業者は、お客さんを奪われてしまって、さらには、事業が立ち行かなくなってしまうかもしれないということです。次のスライドをお願いします。ありがとうございます。こうした指摘について、独禁法ではどのように考えればよろしいのでしょうか。はい、この報告書ではですね、まず指摘しているのは、事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものであるので、ある機能についてソフトウェア単体でライセンスを受ける場合に、ライセンス料の設定に起因して、利用者によって支払うライセンス料が異なることとなったとしても、そのこと自体が直ちに独占禁止法上問題となるものではないということです。それぞれの事業者は誰とどのような価格条件で取引するのかしないのかを自由に決めることができるというのが自由経済社会の原則ですので、この指摘自体はおかしなことではありません。次のスライドお願いします。しかしながらですね、ソフトウェアのライセンスでクラウド提供事業者が自社のインフラストラクチャーの利用者を優遇しますと、ソフトウェアと別のサービスであるインフラストラクチャー IaaS の市場で、そのクラウド提供事業者の競争事業者と利用者との取引を妨げる効果を生じさせることにもなり得ます。従いまして、ソフトウェアの市場で有力なクラウド提供事業者が、そのソフトウェアのライセンスで、競争事業者である他のクラウド提供事業者が提供するインフラストラクチャーの利用者に対してのみ、例えば、不当に高額なライセンス料を設定することは、これによって市場閉鎖効果を生じる場合、市場閉鎖効果というのは、利用者が他のクラウド提供事業者のクラウドサービスを利用することを妨げて、これによって他のクラウド提供事業者が排除されたり、これらの取引機会が減少するような状態をもたらす恐れがあるということですけれども、そのような場合には独禁法上問題なくということになります。次のスライドをお願いします。そうしますと、こうした行為は普通独禁法では問題とならなくて、問題となるのは例外的な場合ということでしょうか。そうですね、独禁法上問題となるかどうかについては、このソフトウェア A とか B とかいうのが、どういうソフトウェアかということが大きく影響するということです。
先ほども申しましたように、事業者がどのような条件で取引するかについては、基本的に取引当事者間の自主的な判断に委ねられるものというのが、経済取引での大原則ですし、自社のソフトウェアを利用してくれるお客様に、より良い条件でそれを提供することで売上を伸ばそうとすることは、通常は当然のことということでもあります。次のスライドお願いします。このソフトウェア A とか B が、普通のソフトウェアであれば確かにそうということなんですけれども、このソフトウェア A や B が、クラウドサービスの利用者にとって必ず使用しなければならないもの、それを使い続けることが一般的であって、現実的に代わりになるものがほぼないソフトウェアということになりますと、話が違ってまいります。次のスライドお願いします。ソフトウェア A が、そうしたソフトウェアであったとしますと、利用者はソフトウェア A の利用をやめて、他のソフトウェアに切り替えるということはできないということですよね。仮に理論的には可能であったとしても、通常は多大なコストや時間を要するために、実際上は極めて困難でしょうから、そうなりますと、利用者はソフトウェア A を使い続けるためにも、ライセンス料が安い方のクラウドサービスを選ぶでしょうから、他のクラウド提供事業者ではなくて、ソフトウェア A を提供しているクラウド提供事業者のクラウドサービスを利用しようということになりそうです。次のスライドお願いします。では、もともとオンプレミスで利用していたソフトウェアをクラウドサービスで利用するという場合についてはどうでしょうか。はい、この場合もですね、以上申したことと同じことが言えるということですけれども、それに加えまして、クラウドサービスでは、オンプレミスと比べて、多額の初期投資なしに、一定の課金のみで、インフラや OS、ミドルウェア、アプリケーション等を利用できるということが、クラウドサービスのメリットと言われております。つまり、固定費用が小さくて変動費用が主ということでありまして、ということは、クラウドサービスの利用者は、固定費用が小さい分、変動費用の変化に敏感ということですと、利用者がどのクラウドサービスにするかを選択する上で、ソフトウェアのライセンス料が高くなることの影響は一層大きいということも考えられます。次のスライドお願いします。念のため補足しますと、公正取引委員会のクラウドサービス実態調査報告書では、不当に高額なライセンス料を提供することと書かれておりますけれども、当然ながら、その利用条件を不利にすること、これには、利用するために要する手続きや手順を複雑にすることも含まれますし、一定の場合にそれを利用できなくすること、そうしたことで市場閉鎖効果が生じる場合も同じく独禁法上問題となります。次のスライドお願いします。オンプレミスで利用していたソフトウェアをクラウドサービスで利用する場合について、さらに言いますと、オンプレミスからクラウドサービスへの移行が進んでいる一方、公正取引委員会のクラウドサービス実態調査報告書では、クラウドサービスとオンプレミスの代替性の分析をしているんですけれども、これによりますと、クラウドサービスの事業者から見た代替性という観点からは、クラウドサービスからオンプレミスへの切り替えはほとんど生じない。すなわち、クラウドサービスはオンプレミスとは別の指導である可能性が高いということです。次のスライドお願いします。これを前提にいたしますと、利用者はオンプレミスからクラウドサービスに一旦移行してしまいますと、もう一度オンプレミスに戻るという選択肢はほぼないということですし、オンプレミスとクラウドサービスが別の市場ということは、オンプレミスからクラウドサービスへの競争圧力は十分には働かないということです。ということは、あるソフトウェア、すなわちクラウドサービスの利用者にとって必ず使用しなければならないソフトウェアを他社のインフラストラクチャーではオンプレミスでのライセンスよりも不利な条件でしか
使用することができないということになりますと、オンプレミスからクラウドサービスへの競争圧力は十分には働かないので、この状況が変わることは期待できないということですし、一旦クラウドサービスに移行すると、不満でもオンプレミスには戻れないので、そのソフトウェアの取引条件が有利なインフラストラクチャー、すなわちそのソフトウェアを提供しているクラウド提供事業者のインフラストラクチャーを選ぶことになる可能性がより高まるということでありまして、クラウドサービス市場での市場閉鎖効果は一層大きくなるということも考えられます。次のスライドお願いします。ありがとうございます。ところで、公正取引委員会のクラウドサービス実態調査報告書では、今ご説明の後、こうした行為が公正な取引方法のうち、差別対価、取引条件等差別取り扱い、そして競争者に対する取引妨害、また私的独占に当たる可能性があるというふうに書かれていますが、ソフトウェアとインフラストラクチャーの抱き合わせの問題とも言えそうな気がしますけれども、この点についてはいかがでしょうか。はい、おっしゃる通りでありまして、実態として実質的にクラウド提供事業者がソフトウェアの供給に合わせて自社のクラウドサービスを利用させていると言える場合には、不公正な取引方法であります抱き合わせ販売等としても問題になり得ると思われます。ある商品役務ですね、主たる商品であるソフトウェア A の市場における有力な事業者が取引の相手方、利用者に対して、その商品の供給に合わせて他の商品役務、重たる商品ですけども、重たる商品であるクラウドサービスを購入させることによって、クラウドサービスの市場で市場閉鎖効果が生じる場合に、抱き合わせ販売等として独禁法上問題となります。次のスライドお願いします。これは市場において有力な自社の商品役務をテコにして、他の商品役務の市場で競争者を排除したり、その取引機会を減少させて、自社の地位を高めようとする行為でありまして、古典的な独禁法違反行為ということが言えます。例えば1998年とだいぶ前の事件でございますけれども、1998年の事件ですが、マイクロソフト社事件では、取引先であるパソコンメーカーに対して、それらパソコンメーカーが、表計算ソフトウェアである Excel をパソコン本体に入れて出荷する権利、これを許諾する際に、ワードプロセッサー用ソフトウェアである Word も入れさせました。その結果、同じくワードプロセッサー用ソフトウェアである一太郎が排除されたということで、独禁法違反となった、こういう事件もございます。次のスライドお願いします。はい、ありがとうございます。第2回は以上です。大変下に富んだお話でした。次回、第3回ではクラウドサービスで用いられるソフトウェアのライセンスにおける自社優遇、これの具体例として欧州委員会と英国の競争市場庁が調査の対象とした差別的なライセンス料の設定やソフトウェアとクラウドサービスの抱き合わせなどについて説明をいたします。どうぞお楽しみに。最後のスライドお願いします。皆様ご清聴いただきありがとうございました。佐々木さん、ありがとうございました。ありがとうございました。